香川県高松市。日本の四国地方、讃岐国にあたる香川県の県庁所在地であり、本州岡山県に近いことから四国地方の玄関口としてよく知られる。現在の東京から高松へのアクセスは、鉄道の場合、東京岡山間は新幹線、岡山高松間は快速マリンライナーを利用するのが一般的。しかし、これ以外の鉄道でのアクセス方法がある。今回はその一つ、寝台特急サンライズセットで行く快適な天国旅ではなく、旅客駅一切通過禁止で朝から晩まで各駅停車で高松駅から東京駅へ。果たして1日で行くことができるのか。壮絶な鈍行地獄旅を紹介していきます。おはようございます。本日は2022年1月3日午前6時なろうとしております。高松から東京まで旅客営業駅一切通過禁止で1日で行けるのか検証する動画。私は今高松駅に向かっておりますが、この状況を見てなんとなくわかるでしょう。寝坊しました。目的の列車乗れるか怪しい。急ごう。今日もよろしくお願いします。頑張れ俺。さあ到着しました高松駅。この駅舎に落書きされたスマイルがトレードマーク。時刻はだいたい6時4分。あと8分ありますので間に合いそうです。よかった。ということで改札の中に入っていきたいと思います。企画倒れにならずに済んだ。入っていきましょう。よろしくお願いします。なお、本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。ということで、ここからはアトロクで実況していきます。高松駅から乗車するトップバッターの列車を電光掲示板で確認しましょう。7番線から発車します。そしてすぐに青春18切符で改札内に入場。高松駅を6時12分に発車する普通列車の琴平行きに乗車します。閉まるドアにご注意ください。高松駅を発車、長旅のスタートです。さて、まだ夜が明けぬ予讃線を走行します。最初に目につくのは進行方向右手にある高松運転所。快速マリンライナーや徳島方面の特急列車のほか、予讃線などの地域輸送を担う普通列車が管理されています。琴平行きの普通列車です。列車は香西駅に到着しました。今日最初の停車駅。そして香西駅にとっては予讃線宇和島方面の始発列車になります。さあ、今回のチャレンジ旅は各駅に停車する旅です。ご覧の通り一駅一駅確実に停車していきます。スピード感のある旅では全くありませんが、こういう超のんびり旅も鉄道旅の一つかと思いますので、楽しんでいきましょう。琴平行きの普通列車です。到着したのは橋岡駅です。まだ橋岡駅です。ちなみにこの橋岡駅はここにしかない特徴的な配線をしているのですが、残念ながら夜なのであまりよくわかりません。少し歩を進めまして、次は坂出駅です。坂出駅だとさすがに利用者が多いですね。ちなみに坂出駅では下車しません。次は宇多津駅です。その宇多津駅に行く途中で線路が分岐します。こちらの線路は高松方面から岡山方面へ方向転換せずに直通する連絡線です。現在は主にマリンライナーが使用しています。そしてすぐにまた2本線路が合流します。こちらは岡山駅に直通する特急列車が使用しています。このように宇多津駅周辺ではデルタ構造の配線が形成されています。これが予讃線と本渋山線の接続部の構造であり、すべて宇多津駅構内扱いとなっています。ということで宇多津駅に到着。快速マリンライナーでは宇多津駅通過扱いになってしまうので、
坂出駅では乗り換えず当駅までやってきました。電車のお見送りをします。ありがとうございました。さて、宇多津駅では乗り換え時間がかなりあるので改札外に出てきました。先に北口の方を撮影します。ご覧の通り駅前はかなり発展しており、マンションが建っているのがわかります。また駅前広場の南側にはゴルフセンターがあります。このゴルフセンターを含め、多度津駅の北側は四国新幹線の駅舎を併設するスペースが設けられています。こちらは南口です。こちらもマンションが多数建っています。多度津駅が高松、岡山方面への通勤圏内であることがよくわかります。さて次の電車ですが、まだ電光掲示板には表示されていません。とりあえずホームに上がってきました。先にやってきたのは多度津駅を7時8分に発車する普通列車の高松行き。当然この電車には乗車しません。普通列車が発車するとようやく電光掲示板に目的の列車が表示されました。1分間隔で特急が2連続します。さあ目的の列車が到着しました。ここでなんと特急電車に乗車します。やってきたのは JR 四国の最新電車8600系。多度津駅に無事到着。何やら作業員の方が複数いらっしゃいます。到着後すぐに作業を開始。この列車は高松側が特急石鎚4号高松行き、後ろ松山側が特急潮風4号岡山行きの多層立て列車です。当駅で分割作業を行います。まずは2本の列車をつないでいたホロを切り離します。そして同時に連結機の錠を外します。これであとは前側の列車が発車するだけ。分割完了。特急石鎚4号高松行きとお別れです。さあこちらは松山側の特急潮風4号に乗車します。多度津駅を発車。本紫尾山線を走行します。次の停車駅は小島駅です。さあ電車は勢いよく加速して高架橋を駆け上がっていきます。進行方向右側から連絡線が接近、そして合流します。ちなみにこの特急列車に乗車するためだけに乗車券と特急券を購入しました。次の小島駅まで乗車券が440円、特急券が330円で合計770円をこの区間のためだけに支払います。さあ列車の頭上を瀬戸中央自動車道が覆いました。ここからが本格的な瀬戸大橋横断です。列車の速度は時速 120km、 線内最高速度まで一気に加速しました。進行方向右側を見ると朝日が顔を出しています。これは素晴らしい絶景。太陽に照らされる進行方向左側の景色も最高です。さて列車は無数の白い鉄骨で構成された吊り橋区間に入りました。ここが本当の瀬戸内海横断区間。しかし列車は途中から減速を始めてしまいました。列車の速度は一気に時速 80km 以下へ。なぜ減速をしてしまったのかというと、周辺の島々への騒音対策のためです。そのため徐行区間を抜けると再び再加速します。いい感じに景色が流れていて気持ちがいいですね。さあ列車はついに本州に上陸です。上陸後すぐにトンネルに突入します。このトンネルは自動車道と合わせて4本掘られており、下の2本がそれぞれ在来線用のトンネルと四国新幹線用のトンネルとなっています。列車はほどなくして小島駅に到着。ドアが開きます。列車から下車。当駅で JR 四国の乗務員さんから JR 西日本の乗務員さんに交代します。特急潮風が小島駅を発車。甲高いインバーターン音を上げながら加速していきます。
特急しおかぜ4号は小島駅を出たら終点の岡山駅までノンストップです。旅客駅を通過してしまうので、ここで泣く泣くお見送りをさせていただきました。さて、列車を見送ったら記念に駅名標撮影。次の列車はあと5分ほどで到着します。ちなみに1番線には小島駅を7時55分に発車する普通列車の岡山行きが止まっています。各駅に停車する列車ですが、この列車には乗りません。電車を待っている間に岡山方面から快速マリンライナーがやってきました。先頭の2階建ての車両は座席指定の車両です。小島駅の東側はすぐ海になっています。当駅周辺は港町のようです。さあ、目的の列車がやってきました。小島駅を7時39分に発車する快速マリンライナー10号岡山行きです。特急列車に引き続き次は快速列車ですが、ルール上問題はありません。ご乗車ありがとうございます。快速マリンライナー10号岡山行きです。止まります駅は茶屋町までの各駅と早島、瀬野、備前西、大本終点の岡山です。岡山には8時15分の到着です。ということで、この列車で茶屋町駅まで行くことができます。基本的にノンストップ運転をする小島茶屋町間も朝ラッシュ時は各駅停車になります。小島駅を発車、直後に特急しおかぜと相対します。さて、電車は最初の停車駅上野町駅に到着です。快速列車ですが、朝だとこういう利用者が少ない駅にも停車して利用者を拾っていきます。しばらく進むと進行方向右側から線路が近づいてきます。高架橋を潜って進行方向左側へ、同じ高さまで登って合流。 JR 宇野線の宇野方面の線路です。そして列車は茶屋町駅に到着。当駅は2面3線の駅、2、3番乗り場は中線として線路が共通となっています。その茶屋町駅で下車。駅名標を記念撮影。快速マリンライナーが発車します。7両編成の列車だったんですね。通常は5両編成ですが、小島駅では気づきませんでした。さて、次の列車を電光掲示板で確認。ほどなくして列車がやってきました。宇野駅始発の列車です。茶屋町駅を8時1分に発車する普通列車の岡山行きです。茶屋町駅を発車。ここからは宇野線を走行します。ちなみに普通列車の車内はスカスカです。まあ年末年始の朝なんてこんなものでしょう。そして最初の停車駅久具原駅に到着。当駅には普通列車しか停車しません。久具原駅の駅名標撮影。すぐさま扉が閉まります。久具原駅を発車。発車後すぐにマリンライナーと相対します。さて、各駅停車でのんびり宇野線を進んでいきます。列車は備前西市駅に到着です。ここで ATS のベルが鳴りました。6両編成の小島行き普通列車と行き違いです。備前西市駅では快速マリンライナーが停車することがあります。備前西市駅を発車すると高架区間に入ります。高架橋からだとより遠くまで景色を見渡せます。さあ、列車は山陽新幹線の高架橋の下をアンダーパス、さらに山陽本線をまたぎます。地平に降りてきて山陽本線と合流。終点岡山駅に到着です。5番線に入線します。
乗り降りの際、足元にご注意ください。岡山駅到着記念に駅名標撮影。乗り換え時間が短めなので、さっさと階段を上りましょう。駅の北側にある乗り換えコンコースは少し古めで年季が入っています。3、4番乗り場の階段を降りましょう。目的の列車はすでに4番乗り場に停車中でした。岡山電車区所属の真っ黄色の115系電車。岡山駅を8時30分に発車する普通列車の播州赤穂行きです。ちなみに後方では切り離し作業が行われていました。倉敷側の列車が回送列車として車庫に引き上げていきます。さて車内に乗車。発車時刻となりましたので扉が閉まります。岡山駅を発車。ここからは東京駅に向かってひたすら東へ進んでいきます。岡山駅を発車したらすぐに気動車が多数停車している車庫が見えます。後藤総合車両所岡山気動車地区です。しばらくすると津山線とお別れ。山陽新幹線とも一旦分かれますが、山陽本線とは並行路線となっていますので、川を渡る際などに高架橋が見えます。列車は東岡山駅に到着です。三面4線の駅で当駅で赤穂線が分岐します。3番乗り場に入線。東岡山駅の駅名標を撮影します。ほどなくして赤穂線から列車がやってきました。赤穂線は全線単線の路線なので対向の列車を待つことがあります。さあ進路が開通しました。扉を閉めて東岡山駅を発車。山陽本線下り線をまたいで赤穂線に入線します。進行方向左側で山陽本線とお別れ。サンライズ瀬戸出雲号は山陽本線を走行しますが、ここからルートが分かれて赤穂線を走行します。ちなみに今回の旅では1日で高松駅から東京駅に行くだけなので、サンライズとルートが分かれてもルール上問題はありません。さて列車は西大寺駅に到着です。東岡崎駅から赤穂線に入って最初の行き違い可能駅です。西大寺駅を出た後も住宅地が続きます。そして列車は長船駅に到着。ここで3両編成の普通列車と行き違いをします。長船駅を出ると進行方向左側、遠くに山陽新幹線の高架橋が見えます。前述の通り山陽新幹線は山陽本線に対する並行路線ですが、場所によっては赤穂線の方が新幹線に近いです。ちなみに山陽新幹線は池のど真ん中をぶち抜いていますが、赤穂線からだとその大胆さがよくわかりますね。さて各駅停車の旅なので終点の播州赤穂駅までまだ30分ほどかかります。ここで間食としてベースフードのパンを食べたいと思います。プレーン味のパンなのですが中身はこんな感じです。健康に配慮されており持ち運び可能なので限界旅行をするのに非常にマッチしています。味も問題なし、おすすめ。パンを食べ終わったら列車は日生駅に到着。当駅で対向列車と行き違い。進行方向右側に列車がいるのがわからなくて撮影ミスしました。日生駅からは海が見えます。日生湾の入り組んだ地形もなかなかいい景色です。日生駅を発車。あと少しで終点の播州赤穂駅です。ということで播州赤穂駅に到着。階段を上りましょう。乗り換え時間が4分しかないのに階段を上り下りする必要があります。民族大移動状態ですね。ダイヤの都合で仕方なくこうなっているのですが、ここは本当改善してほしいところ。列車には問題なく間に合いました。またしても黄色い電車。 JR 西日本アーバンネットワークに入りましたが、また岡山電車区の古い電車に乗車します。播州赤穂駅を9時43分に発車する普通列車の姫路行きです。相生方面から223系が到着。進路が開通したら発車します。発車時刻となり播州赤穂駅を発車。勢いよく飛び出していきます。
播州赤穂駅を出たら最初の停車駅佐越駅、一面一線の駅です。そして相生駅に到着です。ここで一度別れた山陽本線と再び合流。東岡山駅では進行方向左側へ分かれていったので、相生駅でも進行方向左側から合流します。当駅で赤穂線は終了。山陽線上郡方面からの乗り換え客を拾って、こちらの列車が姫路駅まで直通します。相生駅を発車。山陽新幹線の下をくぐりながら山陽本線の下り本線に復帰します。さて、山陽本線に入ると列車の速度が上がります。今横断しているのは揖保川。住宅の少ない平野部を走行していたら、進行方向右側に大きな建物が出現。直後に電車が大量に置かれた車庫が見えます。 JR 西日本の車両基地の総本山の一つ、網干総合車両所。そして列車は網干駅に到着です。網干駅発車後は車内の混雑度がぐっと高まります。まもなく姫路駅です。姫路駅の手前、手柄山中央公園に隣接する形で新駅が建設されています。山陽新幹線の下をアンダーパス、三面急線の在来線ホームの5番乗り場に入線します。姫路駅に無事到着しました。列車から下車。駅名標を記念撮影。記念撮影を終えたらすぐに新快速電車が入線してきました。新快速は JR 西日本5時番の看板列車ですが、ルール上乗ることはできません。さらにもう一本やってきました。こちらは車庫から出庫してきた新快速電車。姫路駅に来ると新快速の主張が激しいですね。さて、次の列車まで時間があります。最初にやってきたのはこちら、鳥取県倉吉駅からやってきた特急スーパーはくとです。乗客の乗り降りが終わったら即座に発車。意外にも姫路駅から乗車するお客さんがいらっしゃいました。着席需要でしょうか、少し意外です。そして次に新快速電車も発車します。戦術の通り乗車せずに見送ります。乗りたい。各駅停車旅なんて言わず、さっさと東京に行きたいぜよ。さあ、新快速発車から3分後、目的の列車がやってきました。姫路駅を10時32分に発車する普通列車の安行きです。網干駅からやってきた電車なので、乗り降りが完了してしばらくしたら扉を閉めます。姫路駅を発車。本格的に関西アーバンネットワークを横断します。発車後に8両編成の山陽新幹線が通過していくのが見えました。そして先ほどお世話になった普通列車が車庫でお休みをしていました。姫路駅までありがとうございました。さて、最初の停車駅東姫路駅に到着です。2016年に開業した新駅で普通列車しか停車しません。姫路市は新駅の設置に積極的です。停車中に山陽新幹線が追い抜いていきます。東姫路駅を発車したらすぐに市川を横断します。その市川を横断している最中にキハ189系と行き違い。大阪駅から姫路駅と城崎温泉駅を経由して鳥取駅まで運転される特急浜風です。しばらく進むと進行方向右側へ線路が分岐します。姫路市で貨物の取り扱いを行う姫路貨物駅です。さて、かなり高速で走行していますが、途中の駅にはしっかり停車していきます。曽根駅の駅名標を撮影。素早く扉を閉めます。順調に進んでいって加古川を横断。加古川駅に到着します。ここで後続の列車に道を譲るため退避線に入線します。
加古川駅の4番乗り場に定刻で停車。停車時間が長いので列車から降りてきました。ちょうどよく下り列車でも大勢に入線する普通列車を発見。ほどなくして新快速列車がやってきました。12両編成での運転です。新快速にはやはり乗車する利用者が多いです。さあ、新快速列車が先に発車。どんなに速い列車でも鉄の心で乗車しない。新快速電車が発車したらすぐに普通列車も発車するので戻ってきました。加古川駅を発車。すぐに加古川線と分岐します。加古川駅を出たらすぐに地平に降ります。列車の速度は時速100キロ超え。普通列車ですがかなり速いです。列車は東神奈川駅に到着。相変わらず牛歩な旅です。さて、列車は魚住大久保間を走行中。進行方向右側に空き地が見えます。この空き地に山陽新幹線の新車両基地を建設するべく、明石市と JR 西日本の間で現在交渉が行われています。そして間もなく西明石駅に到着します。ここで分岐器を分岐側に通過。3番乗り場に入線。基本的に大久保駅側から来た普通列車はこの乗り場に発着します。西明石駅に無事到着。ここで列車から下車します。お世話になった列車を撮影。当駅からこの列車は快速運転を開始します。ということで、ここで階段を上り下りします。別に明石駅で乗り換えをしてもルール上問題はないのですが、撮影の都合で西明石駅で乗り換え。目的の列車がすでに5番乗り場に停車していました。西明石駅を11時16分に発車する普通列車の四条畷行きです。さあ、信号が進行現時に切り替わりました。西明石駅を発車。発車後、分岐器をいくつか通過します。進行方向右側には網干総合車両所明石支所が見えます。ここで207系や321系が管理されています。さて、西明石駅からは福々線となります。福々線の長さは 120.9km。大阪府と京都府を越えて滋賀県の草津駅まで続く日本一長い福々線です。列車は明石駅に到着。電車線の2番乗り場に入線。明石駅は駅名の通り明石市の中心駅です。すぐに扉が閉まります。そして次の駅は朝霧駅です。この駅には普通列車しか停車しません。ホームの長さも8両分しかないため、10両12両の快速電車は通過します。さあ、列車は海岸線を走行します。鉄道ファンであれば大抵の人は知っているであろう海を一望できる山陽本線の有名スポット。今日も絶景です。列車は須磨駅に到着。観光船を走行する列車同士で緩急接続が可能な駅です。反対方向では快速電車が停車するところでした。須磨駅を発車。ちなみにここから普通列車の本数が毎時4本から毎時8本に増えます。しばらく進むと進行方向左側で線路が広がっていきます。まもなく高取駅に到着しますが、左にあるのは神戸貨物ターミナルです。阪神・淡路大震災からの復旧事業として2003年に開業しました。高取駅を出ると観光船は勾配を登っていきます。新長田駅を発車して直後に線路を2本オーバーパス。観光船が急行線の間に挟まる形に変わりました。ここからは方向別福々線になります。兵庫駅に到着。神戸市の中心部に入ってきました。さらに兵庫駅から一駅進んで神戸駅に到着です。ここで山陽本線は終了。ここから東海道本線になります。
ちょうどよく対向の普通列車と行き違い。神戸駅の駅名標を撮影。神戸駅を発車。ここからは東京駅まで東海道本線の旅になります。さあ、神戸の中心地を進んでいきます。特急スーパーはくとと行き違い。あの列車は神戸駅には停車せず、明石駅までノンストップです。列車は三宮駅に到着です。ここが神戸市の中心駅であり、兵庫県で最も賑やかな場所。三宮駅でほとんど降りていきました。さて、三宮駅を出ると JR 線の複々線の左側に線路が2本出現。こちらは阪急神戸線です。残念ながら阪急線の列車との行き違いはなし。残念。列車は麻谷駅に到着。東海道本線から神戸臨港線が分岐する東灘信号場に設置された旅客駅です。また当駅に観光船同士の渡り線が整備されることで、輸送障害が発生した場合でも快速電車を三宮駅まで乗り入れさせることができるようになりました。お次は住吉駅です。当駅では六甲ライナーに乗り換え可能です。住吉駅から見上げると見える白い鉄骨が六甲ライナー。他の鉄道路線と乗り換えができる駅で、快速列車は停車しますが、新快速は停車しません。さあ、住吉駅を出ると次は芦屋駅です。芦屋駅では後続の快速電車との緩急接続があります。やってきたのは225系。休日の昼間だからなのか、あまり人は乗っていません。快速電車が芦屋駅を発車。追い越しが完了するとこちらの列車も発車します。普通電車が芦屋駅を発車。少しずつ大阪に近づいていきます。さあ、列車はしばらく進んで向こう側を横断します。そして頭上を線路が1本またいでいきます。福知山線の下り線です。列車は尼崎駅に到着。 JR 神戸線に福知山線と東西線が接続する一大ジャンクションです。ここで列車から下車。乗ってきた列車は四条畷行きなので、大阪駅に行きたい場合は乗り換える必要があります。で、その乗り換える列車なのですが、ダイヤが乱れており接続列車が来ていません。現在の運行状況だとJR 神戸線を走行している後続の普通列車に乗り換えることになりそうです。ということで、しばらく尼崎駅で足止めを食らうことになったわけですが、乗ってきた電車の前面の幕が団体になっていました。壊れていますね。しかし気にせず運行を続けるようです。一応運転士さんには報告しておきました。お世話になった電車が福知山線からの列車を待たずに発車していきます。そして後続の列車が予定通りやってきました。尼崎駅を12時28分に発車する普通列車の高槻行きです。この電車なら高槻駅まで進むことができます。尼崎駅を発車。長かった兵庫県をようやく脱出です。さあ、列車は神崎川を横断。6本あった線路のうち2本が地下へ。この2本が東西線として北新地、京橋へ直通します。さらに2本線路が分岐。こちらは北方貨物線です。この貨物線はデルタ状に線路が神戸線と接続しています。神戸側に接続するだけでなく大阪側にもつながっています。しばらくすると塚本駅に到着。この駅には普通列車しか停車しません。塚本駅を出るとまた大きな河川を横断します。水の都大阪を象徴する淀川です。残念ながら車内が混雑しているため美しい側面展望は撮影できませんでした。春の関西ワンデー切符の旅で撮影できたので、よければそちらをご覧ください。さあ、この鈍行のダラダラとした旅もようやく節目を迎えます。眼前に見える巨大な建物、関西一のターミナル大阪駅です。
阪駅に到着。ここで乗客の大半が入れ替わります。私はもちろん下車しません。遠くには特急サンダーバードが停車しています。そして視界を遮るように快速電車が到着しました。快速電車が先に発車していきます。大阪駅を発車。ここからは JR 京都線という愛称が付けられた区間に突入します。さて、大阪駅を出ると淀川をまた横断します。梅田を通るために淀川を2回横断しているのが東海道線の特徴です。そして線路が2本分岐。この線路は宮原操車場につながる線路で、主に福知山線の快速電車が使用します。列車はその後すぐに新大阪駅に到着。大阪駅と同様、関西随一のターミナル駅です。新大阪駅に到着。普通列車の直前に快速列車が走っているため、出発信号が減速信号になっています。停車時間短めで新大阪駅を発車。ここから終点まで長い旅です。さて、新大阪駅を発車すると並行する線路が8本になります。左側4本が貨物線なのですが、ご覧の通りその貨物線を活用して大阪東線が新大阪駅に乗り入れています。列車は再び神崎川を横断。そして大阪東線が東海道線をまたいで進行方向右側へと分かれていきます。次に線路が1本右手から合流。これは上東貨物線です。東海道本線と百済貨物ターミナルを結びます。列車は吹田駅に到着。ここで特急サンダーバードに追い越されます。次は岸辺駅。ここで281系特急はるかと行き違い。岸辺駅を出ると今度は289系4両と行き違い。こちらは新大阪駅から特急コウノトリになる列車ですね。向こう町から改装されています。 JR 京都線ではいろいろな列車と遭遇します。千里岡駅を出ると長々と続いてきた貨物線が合流。そして右側に分かれた線路は大阪貨物ターミナルにつながる貨物線です。貨物線から目を戻すと新快速と並走。列車同士の熾烈なデッドヒート。しかしこちらは茨城駅に到着するので勝負になりません。次は JR 総持寺駅です。2018年に開業した新しい駅で、新駅らしくホームドアが設置されています。利用者が少ないのにホームドアとは贅沢な駅です。さあ、ようやく終点に到着です。 JR 京都線のちょうど中間に位置し、新快速も停車する利用者の多い駅、高槻駅です。高槻駅には真ん中の3番乗り場に入線します。ホームドアが普通列車4ドア7両にしか対応していません。高槻駅に到着。この普通列車で移動できるのはここまで。高槻駅到着記念に駅名標を撮影。207系が2本並んでいます。さて、次の列車は2番乗り場に入線します。先に普通列車が回送列車として発車していきます。お世話になりました。ありがとうございました。さて、次にやってきたのはまた普通列車。おそらくダイヤ乱れで遅れていた福知山線からの列車でしょう。列車の運行順序が変わっていました。そして次にやってきたのはまた普通列車。どれだけダイヤが乱れているのでしょうか。快速への乗り換え客がどんどん増えていきます。さらに1番乗り場に新快速がやってきました。快速の後に大阪駅を発車したかと思いますが、途中で追い抜いたのでしょう。快速が普通列車と同じ観光線を走行する弊害が出ていますね。そして新快速の到着後、すぐに目的の列車が到着。ここ高槻駅で快速から普通列車に種別変更する13時13分発車予定だった米原行きです。車内から撮影。新快速電車が先に発車していきます。そしてこちらの列車も発車。13時17分に発車したので約4分遅れです。さあ、進行方向右側で線路が1本勾配を登っていきます。
そして進行方向左側へオーバーパス。見えてくるのは青地総合車両所明石支所高槻派出所です。207系や321系がここに停泊しています。派出所を抜けると少し開けたところを走行します。この住宅の少ないところに観光船列車のみ停車する新駅を設置する構想があります。名神高速道路にも近いので、高速バスとの乗り換え駅になってくれると個人的には嬉しいですね。ちなみに反対側には阪急京都線と東海道新幹線が見えます。少し進むと進行方向右側にあった阪急京都線が左側に移ります。列車は長岡京駅に到着です。ここには村田製作所の本社があります。ビルでかいですね。そして特急コウノトリの289系に遭遇。今日2回目です。長岡京駅を出ると急行線から線路が1本分岐していきます。分岐した線路は営業線をアンダーパスして進行方向右側へ。そして眼前に広がっているのは吹田総合車両所京都支所です。2023年の撮影なので113系などの緑色の電車が止まっています。向町駅周辺はどうしても全面展望より車庫を眺めてしまいますね。私と同じ考えの人いらっしゃるでしょうか。向町駅を越えると車庫につながっている線路が高度を上げていきます。その途中に桂川駅。桂川駅を出ると回送線が頭上をオーバーパス。この回送線は外側線につながるほか、この先の京都貨物ターミナルや嵯峨野線にもつながっています。さて列車は京都府の大河川桂川を横断します。桂川横断直後、特急はるかと行き違い。反対側を見ると東海道新幹線の高架橋が眼前を支配しています。そのまま西大路駅に到着。この駅は駅舎及び一番乗り場の頭上を東海道新幹線が通過します。西大路駅を出ると進行方向左側に京都貨物ターミナル、そしてその先で嵯峨野線と合流。大ターミナル京都駅が見えてきました。はるか号が30番乗り場に停車中。列車は2番乗り場に入線します。京都駅に到着しました。拠点駅なので乗り降りが多いです。目的地が東京駅なのでもちろん下車しません。この電車で JR 琵琶湖線を走行し、米原駅まで行きます。ロープが下がります。京都駅を発車。進行方向右側で JR 奈良線と分岐します。京都駅を出るとすぐに長いトンネルを越えます。約 5.5km 走って山科駅に到着です。京都駅の隣の駅ですが、新快速電車や特急はるかも停車し、京都市営地下鉄東西線も乗り入れます。さらにこの山科駅では東海道本線から湖西線が分岐します。今その湖西線の線路が高度を上げています。両線とも間もなくトンネルに入りますが、トンネル内で湖西線が東海道線をまたぎ、路線名の通り琵琶湖の西側を通るようになります。さあ列車がトンネルを抜けました。それと同時に京都府を脱出し滋賀県に突入。最初の停車駅大津駅に到着します。さて列車内の乗客が少なくなってきたので、ここで昼食を食べましょう。もう14時手前なので昼食を食べるには遅いくらいですが、関西の中心部でご飯をがっつり食べる勇気がなかったということでペロリと完食。ごちそうさまでした。さて昼食を食べ終わると列車は間もなく草津駅に到着するところ。当駅で草津線が分岐しているため、それを加味すると滋賀県で最も利用者の多い駅です。草津線は利用しないので下車しません。草津線を経由するより東海道線をひた走る方が早く名古屋駅に行けます。草津駅を発車。出発信号が減速信号の状態で通過します。そしてここからは線路が複線に戻ります。西明石駅から続いた長い複々線もここで終わりです。草津駅を発車してしばらくすると草津線と分かれます。
上をまたぐ線路は東海道線から草津線に直通する列車専用の連絡線です。さあ列車は安川を横断します。安川を横断してすぐに安駅に到着。何本かの列車が当駅止まりになります。この電車は米原行きなのでまだ乗り続けられます。安駅を発車しました。安駅を発車するとすぐに上下線の間隔が広がります。そしてその間に車庫が出現しました。網干総合車両所、宮原支所、安派出所。快速や新快速に使われる221系や223系が停泊しています。さて現在普通列車に乗車していますが、列車の速度は時速 120km を超えています。琵琶湖線が駅間距離が長く直線ばかりの線形だからこその速度。所定のダイヤではこんな速度は出さないでしょうから、ダイヤ乱れで遅延が発生したことに感謝ですね。素晴らしい。列車は近江八幡駅に到着です。当駅には近江鉄道八日市線が乗り入れています。近江八幡駅の駅名標を撮影。なおも琵琶湖線をひた走り、住宅は少なく平野が広がっています。列車同士の行き違いは超高速。しばらく進むと線路が1本合流してきました。近江鉄道の本線です。彦根駅に到着。ここでも近江鉄道に乗り換え可能です。スタートから8時間半経過。まだ工程の半分も進んでいませんが、ホームのコンクリートを撮影するくらいには気が狂い始めています。さあ次はようやく終点の米原駅。上下の線路の間隔が広がっていきます。それと同時に東海道新幹線をアンダーパス。米原駅に近づいて列車の速度が落ちました。そして東海道新幹線の列車と行き違い。分岐器を何回も分岐側に通過。6番乗り場に入線します。米原駅に無事到着。当駅で JR 西日本は終了です。さて米原駅では乗り換え時間に余裕があります。ここで名古屋方面から特急白鷺がやってきました。そして前面の貫通扉が開きました。ということはもう何をやるかお分かりですね。京都方面からも681系が入線。向き合う2本の681系、連結作業が始まります。さあ京都側の付属編成は再発進。連結完了。米原駅から敦賀方面では白鷺号が9両で運転される場合があります。さあ連結作業を堪能したら目的の列車に乗りに行きましょう。7、8番ホームに向かいます。目的の電車はもう8番乗り場に停車していました。米原駅を15時ちょうどに発車する普通列車の大垣行きです。ここからは JR 東海管内に入ります。電車に乗車。先に特急白鷺が発車します。米原駅を発車。北陸本線をまたぎつつ東海道新幹線と再び分かれます。北陸本線と分岐したら上下で離れていた東海道本線の線路が合流。電車は少し進んで近江長岡駅に到着しました。雨が降っています。さて米原大垣間では並走する東海道新幹線との距離が比較的近いです。東海道新幹線と行き違い。関ヶ原駅までやってきました。関ヶ原駅を出ると線路が1本進行方向左側に分岐してきます。貨物列車が関ヶ原の峠を越えられるよう追加で敷設された観光媒線路です。観光媒線路なのでしばらく進むとまた合流します。本線よりも迂回して距離を稼ぐことで緩い勾配を実現しています。しばらくするとさらにもう一本線路が合流。こちらは美濃赤坂支線。そして間もなく大垣駅です。駅の手前で大垣車両区という車庫が見えます。ここの車両区では東海道線の豊橋伊勢と飯田線を走行する車両が管理されています。列車は5番線に入線します。
大垣駅に到着。列車はここで終点なので全員が階段を上ります。群衆雪崩が起こりそうな危険な状況ですが、現在に至るまで改善する予定はないようです。さあ次の列車は4番線から発車します。ホームに降りるともう電車が止まっていました。大垣駅を15時41分に発車する新快速の豊橋行きです。途中の岐阜駅まで各駅に止まります。車内に早速乗車。米原側から列車が1本やってきました。おそらく美濃赤坂行きになる回送列車でしょう。大垣駅を発車します。編成両数が増えたのでさっきの列車よりは快適に移動できます。さて大垣駅を発車したらすぐに貨物列車と相対します。何気にこの旅で初の貨物列車です。年末年始はあまり貨物列車は運行されていないようです。大垣駅発車後は線路が3本並んでいます。進行方向左側にある線路は垂水鉄道の線路です。東大垣駅の手前で垂水鉄道とお別れです。列車は長良川を横断。長良川を越えると進行方向右側で線路が分岐していきます。岐阜貨物ターミナル E&S 方式が採用されています。さあ間もなく岐阜駅です。岐阜駅に到着。記念に駅名標を撮影します。撮影が完了したらお見送りせずに階段を下ります。乗り換え時間があまり多くないですからね。次の電車は4番線から発車します。列車が入線してきました。岐阜駅を15時58分に発車する普通列車に乗車します。さあ岐阜駅を発車。通常は高山本線の列車が発着する4番線から出発します。まずは分岐器をいくつか通過。勾配を下げる真ん中の線路が高山本線の線路です。東海道本線に入線するとスピードをぐんぐん上げていきます。普通列車といえどかなり速いです。さて電車は木曽川を横断します。6分も走り続けてようやく最初の停車駅に到着しました。木曽川駅です。名古屋の近郊区間ですが駅間距離が非常に長いです。そのため普通列車にもかかわらず名鉄の特急列車より速い場合があります。木曽川駅を発車。ちょうどよく特急白鷺と行き違いをします。さあ電車は東海北陸自動車道の下をアンダーパス。進行方向右側では線路が2本合流してきました。 JR 東海の宿敵名鉄線です。ここから一宮駅まで線路が並走するのですが行き違う列車はあるでしょうか。ちなみに列車の速度は時速 120km です。普通列車とは思えないような超高速。尾張一宮駅に到着。残念ながら行き違い列車は JR の列車のみでした。尾張一宮駅の隣には名鉄一宮駅が併設されています。尾張一宮駅を発車するとちょうどよく名鉄電車と並走しました。絵になるのでありがたいです。ちなみに一宮駅を発車するとすぐに線路が分かれてしまうので長くは楽しめません。さて一宮駅を出てしばらくすると高架から地上に降りてきます。そして同時に線路が左側に分岐。この左側の線路は東海道線名古屋地区の貨物線に相当する稲沢線の線路です。特急ひだの最新車両 HC85 系と行き違い。そしてその後下り線でも稲沢線の線路が分岐します。そして頭上をオーバーパス。列車は稲沢駅に到着です。普通列車しか停車しない駅ですが名鉄国宮駅に近く名鉄特急と競合しています。またこの稲沢駅には貨物列車の車庫も併設されています。青色の機関車が多数停泊していますね。次に列車は清須駅に到着。ここで貨物線を走行する311系に遭遇しました。何かの試験でしょうか。真相は不明です。さあ一度別れた東海道新幹線と再び遭遇しました。さらに進行方向左側にあった線路が上をまたいでいきます。さらにもう2本線路が上をオーバーパス。こちらの線路は東海交通事業城北線です。 JR の路線と接続していますが
いろいろと事情があって JR 東海の子会社が路線を運営しています。さて間もなく名古屋駅です。東海道線と東海道新幹線で線路が6本並んでいます。そしてもう1本線路が合流してきました。あちらは東海道新幹線の名古屋車両所につながる回送線です。しばらくすると東海道新幹線ののぞみ158号に追いつきました。新幹線より在来線のが早いという不可思議な状況です。年末年始で利用者が多すぎるので駅手前で渋滞しているのでしょう。とはいえ全面展望に目を戻すと警戒信号です。こちらも超低速でホームに進入します。スピードが落ちたことで今度はこちらが新幹線に追い抜かされました。これが本来あるべき姿。なお名古屋駅のホームの手前でリニア中央新幹線の工事区間を通過します。既存の線路に垂直に交わる形で現在掘削が進んでいます。列車は3番線に入線。名古屋駅に到着です。名古屋駅では特別快速との緩急接続があります。同一ホームで乗り継ぎができないのはリニア中央新幹線の工事の都合で1番線を使用できないからです。特別快速が先に発車。続いてこちらの列車が発車します。名古屋駅を発車。中京圏の中心地から脱出していきます。さて名古屋駅を出ると線路が8本並びます。左から名鉄名古屋本線、 JR 東海道本線、 JR 中央本線、そして東海道新幹線となります。ここで今日2本目の貨物列車、本数の少なさが伺えます。列車は金山駅に到着。名古屋市街地の南の玄関口です。当駅の東海道線ホームには JR 東海の在来線では初のホームドアが設置されています。扉を合わせるため慎重に減速。ホームドア開閉時のメロディーが東海道新幹線と同じですね。さすが同じ JR 東海といったところでしょうか。金山駅を発車。金山駅を出ると中央本線が離れ、線路が名鉄線の複々線と東海道本線で6本になります。しばらく進むとその名鉄線ともお別れ。そして笠寺駅の手前で一度別れた東海道新幹線と再会。こちらの上をまたぎます。列車は笠寺駅に到着。当駅は名古屋貨物ターミナルからの貨物線と合流する列車運行上重要な駅になる予定でした。さあ笠寺駅を出ると進行方向右側が空き地になっています。ここにはかつて貨物線を敷設する計画がありました。場所によってはその敷地に線路が敷かれている箇所もあります。これは橋の架け替えなどによって線形をいじったためです。さあ列車は大府駅に到着です。当駅でお客さんがかなり降りていきました。大府駅を発車。発車後に線路が1本高度を上げていきます。こちらは JR 竹豊線です。次に線路が1本頭上をまたぎました。こちらは貨物線になります。竹豊線には旅客列車だけでなく貨物列車も走行しているため、かつて計画されていた貨物線との立体交差が現役で稼働しています。さて列車は大府駅から2駅進みまして刈谷駅に到着します。場内信号が分岐側に進路が開通しています。1番線に入線。当駅で高速の列車を待ちます。刈谷駅に無事到着。列車から降りて駅名標を記念撮影します。しばらくすると後続の新快速列車が到着しました。そして発車。3両編成を2本つないだ6両編成でした。立ち客が発生するくらい混雑しています。新快速が発車したらこちらも発車します。さあだんだんと暗くなってきました。夕焼けがとても綺麗です。中継信号が注意現示。
分岐器を分岐側に通過。対一線にまた入線します。ちなみに進行方向左側にあるホームは愛知環状鉄道線のホームです。岡崎駅に到着。駅名標を記念撮影。そして後続列車が到着。これで3回目の追い越しです。やはり岡崎駅では下車客が多いです。こちらの列車に乗り換えてくる人はあまりいません。快速列車が先に出発したらこちらも発車します。岡崎駅を発車すると利用者はほとんどおらずガラガラ。外も完全に真っ暗で撮影する対象物も少なくなりました。まもなく蒲郡駅に到着します。蒲郡駅は高架駅です。また名鉄蒲郡線に乗り換え可能です。ちなみに当駅で後続列車の追い越しはありません。さて列車は蒲郡駅からさらに進んでまもなく終点の豊橋駅に到着します。豊橋駅には4番線に入線しました。豊橋駅に無事到着。2時間以上この電車に乗っていましたがようやく下車しました。ありがとうございました。さあ次の列車に乗り換えようと思いますが先に飯田線の特急稲地が発車するようです。10人くらいしか乗っていませんでした。年末年始でこの乗車率だと列車の存続が危ぶまれます。特急稲地を見送ったら今度こそ次の列車に向かいましょう。8番線から発車するようです。ホームに降り立つとすでに目的の列車がいました。豊橋駅を18時31分に発車する普通列車の浜松行きです。発車時刻となり列車の扉が閉まります。豊橋駅を発車。ここからは静岡地区に入ります。さて18時30分なので夕食を食べたいと思います。車内が少し混んでいますが背に腹は変えられない。食べきりました。カメラの先に東海道新幹線と浜名湖があるはずなのですが全然わかりません。まもなく浜松駅です。到着前に東海道新幹線のこだま号と並走。エモい。浜松駅に無事定刻で到着。記念に駅名標撮影。そしてホーム反対側に停車している熱海行きの電車に乗車します。発車時刻は19時18分です。この電車で静岡の東の端まで行くことができます。ちなみに熱海側は313系が連結されています。異形式の車両が連結されているのはトイレ設備の有無が関係しています。211系はトイレ設備がなく、313系はトイレ設備があるため、双方を連結することでトイレ設備のある車両を可能な限り多く提供しています。さあ発車時刻となりました。扉が閉まります。浜松駅を発車。静岡県を本格的に横断します。浜松駅を発車すると列車は天竜川を渡ります。各駅に停車する列車ですが引き続き高速走行が続きます。しばらく進むと列車は間もなく掛川駅です。掛川駅の手前では進行方向左側から線路が1本合流してきます。天竜浜名湖鉄道線です。静岡県で唯一の非電化路線となっています。列車は掛川駅に到着。東海道新幹線に乗り換えできます。さて掛川駅から先も普通列車の旅。次は金谷駅です。金谷駅では大井川鉄道線に乗り換えできます。 JR 線ホームの端にあるのであまり目立ちません。金谷駅を出ると大井川を横断します。そして停車すると島田駅。島田駅では銀色の車体にオレンジの帯をまとった313系8000台と遭遇しました。静岡地区の車両では唯一クロスシートの普通列車です。
さて島田駅からは列車の本数が多くなり利用者も多くなります。次は焼津駅です。焼津市は日本最大級の漁港焼津港があります。まだまだ進みます。対向から見える一筋の光、行き違い速度もなかなか高速です。進行方向左側には東名高速道路と国道150号線、そして列車は関部トンネルに突入します。この関部トンネルは長さが 2km を超える長大トンネルです。一時は日本坂トンネルという現在東海道新幹線が使用しているトンネルに狂気の東海道本線が通っていました。しかし東海道新幹線建設決定により使用を終えた東京側の関部トンネルと名古屋側の磯浜トンネルを改修して再利用し、現在のように関部トンネルを通るルートになっています。トンネルを抜けたら静岡市街地に入ります。ここで特急富士川などに使用される373系と遭遇しました。3両編成を2本つないだ6両編成でした。さあ電車は大井川を横断します。大井川を越えるとすぐに静岡駅です。浜松駅に続き静岡県の大ターミナルです。静岡駅に無事到着。記念の駅名標撮影。ちなみにここで5分ほど停車します。外に出ました。といっても何が来るわけでもありませんが、電光掲示板にはしっかり自分の乗ってきた熱海行きの表示があります。さあ発車時刻となりました。またまた遭遇した313系8000台を見ながら扉が閉まります。静岡駅を発車。ここでようやく静岡エリアの中間地点突破です。さて東静岡駅を発車すると上下の線路の間隔が離れ線路も分岐します。静岡市街地向けの貨物ターミナル静岡貨物駅です。静岡貨物駅を越えてしばらくすると清水駅に到着します。清水駅の手前で鉄道駅の脇を通過しました。静岡鉄道の狐ヶ崎駅です。またこの付近では JR 線と静岡鉄道線がすぐ近くを並走しており、乗り換えに便利な新駅の設置も構想されています。清水駅に到着しました。特急富士川も停車する駅なのですが、特に何もなくスルー。そして清水駅発車後にその特急富士川号と行き違いしました。次は興津駅です。興津駅は清水市街地の一番東の駅です。当駅で清水方面からの一部の列車が折り返しています。さて興津駅を出ると国道1号線と並走します。さらに進んで富士川を横断。列車は富士駅に到着です。当駅で身延線に乗り換え可能です。富士駅を発車すると次の拠点駅は沼津駅です。途中区間の撮影がないのは疲れてきたからです。そのまま沼津駅に到着。進行方向左側は御殿場線のホームです。211系と313系が連結されて止まっています。沼津駅の駅名表を撮影。当駅で2分停車します。発車を待っている間に緑とオレンジの湘南色の列車が到着しました。 JR 東日本の車両ですね。静岡脱出が近いのを感じます。沼津駅を出ると次の駅は三島駅。三島駅は東海道新幹線が乗り入れます。その三島駅から2駅先が熱海駅です。熱海駅には丹那トンネルという長いトンネルを抜けます。全長7804メートル。この長さを戦前に開通させました。昔から東海道がいかに需要が大きいかを感じさせられますが、犠牲となったものも多く、歴史の深いトンネルとも言えます。さて編集を使ってトンネル区間をカット。丹那トンネルを抜けるとすぐに木の宮駅を通過します。熱海駅に到着しました。2時間30分も乗っていましたが、この列車はここが終点です。
熱海駅の駅名標を撮影。緑を基調とした駅名標になりました。熱海駅からは JR 東日本管内です。先頭車両に移動している間に東京駅方面から列車がやってきました。JR 東海管内では考えられないくらい長いです。さすが東京近郊区間。さあ、何度も言っているように、ここからは JR 東日本区間です。ゴールが見えてきた気がしますね。JR 東日本管内トップバッターは、熱海駅を22時9分に発車する普通列車の東京行きです。ちなみにこの列車が東海道線東京行きの最終列車です。都心に向かう最終列車なので、自分以外当然誰も乗っていません。さて、発車を待っている間に面白い運用が見れたので紹介します。3番線に停車していた列車の東京側5両が先に回送列車として動き始めました。回送列車は上り本線に入線、本線上で停止しました。そして方向転換してこちらへ。ということは本線上で入れ替え作業を行ったということですね。JR でこんな運用があるとは。そしてさらに入れ替えを行うようです。出発信号の下にある入れ替え信号が進行現時になっています。営業列車の裏から電車が出てきました。ジグザグと移動を繰り返しています。最終的に電車が一番端の引き上げ線に引き上げました。運行列車が減少する深夜でないと見られない光景。貴重なものを見れた気がします。さあ、回送列車が引き上げ線に引き上げた段階で、こちらの営業列車の進路が開通しました。扉が閉まります。熱海駅を発車。JR 東日本区間に本格突入です。さて、海岸線近くを進みます。列車は根府川駅に到着。海が見えることで有名な駅ですが、深夜だと全くわかりません。外の景色が全くわからないので、編集で一気にカット。小田原駅に到着です。JR 線のホームの奥には青い列車が止まっています。伊豆箱根鉄道大雄山線です。小田原駅を発車。ここからは貨物線と旅客線が分離され、複々線になります。列車は酒川川を横断。神津駅に到着します。JR 東海が管轄する御殿場線が乗り入れる駅なので、JR 東海の車両が駅に止まっています。また JR 東日本が管轄する神津車両センターが併設されていることから、JR 東日本にとっても重要な拠点駅です。夜じゃその様子が全然わかりませんけどね。神津駅を発車。次は大磯駅です。ここで対向列車が1本やってきました。前照灯の形で何の列車かわかるでしょうか。この動画の天国旅で乗車したサンライズ瀬戸出雲号です。ここで天国と地獄が交わります。そして列車は平塚駅に到着です。平塚駅では東京方面からの折り返し列車が設定されています。当駅から列車の本数が増えます。さて、平塚駅を出ると相模川を横断。そして茅ヶ崎駅ですね。目の前のホームが消灯していますが、これは貨物線上にあるホームで深夜には使用しないためです。さらに当駅で相模線に乗り換え可能です。また一部の特急列車が当駅で夜間留置されています。さあ、大きな建物が多くなってきました。藤沢駅に到着です。小田急江ノ島線と江ノ島電鉄線に乗り換え可能なため、利用者は非常に多いです。さあ、頑張って進んでいきましょう。進行方向右側でお休み中の E259 系を発見。鎌倉車両センターです。成田エクスプレスの車両はこの車両基地で管理されています。列車は大船駅に到着。当駅で横須賀線と根岸線に乗り換え可能です。しかしどちらも用はないので乗り換えません。
さて次は戸塚駅です。真ん中の2番線に入線します。戸塚駅で下車。列車のお見送りをします。この列車は普通列車ですが、戸塚駅から快速運転を始め、途中の駅を通過し始めます。そのためこの列車で移動できるのはここまで。ここから次の列車に乗り換えます。お世話になりました。ありがとうございました。さあ、戸塚駅到着記念に恒例の駅名標撮影。次の駅は横浜駅になっています。そして反対側に回ると次の駅が東戸塚駅になっています。ご覧の通り次の駅が異なるので、1番線から発車する電車に乗る必要があります。で、その1番線の次の列車は23時19分発です。たまに東戸塚駅を通過する列車が発着することがあるので、止まる列車であることをしっかり確認します。さて、1番線の列車を待っている間に、2番線では通過列車があるようです。E231 系の回送列車でしたね。定期の回送列車でしょうか。少しもったいない感じがします。さあ、1番線に目的の列車が到着しました。横須賀線千葉行きの列車です。この列車に乗車します。列車は東戸塚駅に到着。駅名標を撮影。間違いなく各駅停車で移動できています。さて次は神奈川県の中心駅、横浜駅です。さすがに横浜駅となると、たとえ23時でもホーム上にたくさんの人がいます。横須賀線千葉行きはここで下車です。横浜駅からは横須賀線の列車も快速運転を始めます。したがってこの列車で移動できるのもここまでです。さあ階段を降りましょう。ホーム下のコンコースに人はいません。空いています。3、4番線のホームを上りましょう。ホームに上がると隣のホームに止まっている京急の電車が発車するところでした。ちなみに京急と JR 東日本は乗り場の番号が通し番号になっています。さて目的の電車には余裕を持って乗り換えできそうです。やってきました。言わずもがなこの旅で最後の列車、横浜駅から東京駅まで乗車する列車になります。23時42分発の京浜東北線南浦和行き最終列車です。横浜駅を発車、東京駅までは40分かかります。思いのほか遠い。はい、最初の停車駅は東神奈川駅です。当駅で横浜線に乗り換え可能です。目の前に見える若緑色の電車が横浜線の電車ですね。さあ編集でカットして次は品川駅です。品川駅に到着。山手線に乗り換えできる駅まで来ました。さあついに見たかった2文字が車内案内表示器に。列車が3番線に入線します。最終目的地に無事到着。そしてお世話になった列車のお見送りをしましょう。
この電車は当駅終点ではなく南浦和行きなので、素早く東京駅から去っていきます。いやはやありがとうございました。ということで、旅客駅一切通過禁止の高松東京間の地獄旅でした。いかがだったでしょうか。ちなみに最終的にかかった所要時間は18時間10分。ほぼ初電から終電まで1日フルに使っての移動でしたね。大変だった。高松から東京まで行くときは特急列車や飛行機を使いましょう。さすがに1日使ってしまうのは無駄以外の何物でもありません。というわけで、これにて本動画は終了です。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。